中本博士とサトシのおおしゃべり解説。仮想通貨って何？ 1. イントロダクション。さて、サトシくん、昨日は散々だったよ。セミナーでパソコンがクラッシュしてしまってね。それは悲惨ですね。博士、でも、それが仮想通貨の話とどう関係があるんですか？特に関係ない。関係ないんかい。そんなことより、仮想通貨って知ってるかい？サトシくん。少しだけ。でも、詳しくは知らないです。仮想通貨とはデジタルな通貨でインターネットを通じて取引できるんだ。お金がデジタルになるってことですね。そうだよ。例えば、ビットコインが有名だね。へえ、それは面白いですね。なぜ仮想通貨が重要なんですか？それは、従来の通貨に比べて手数料が安く、迅速に取引できるからだ。なるほど。便利そうですね。さらに、銀行を通さずに個人間で直接取引できるんだ。つまり、銀行を信用しなくてもいいってことですね。そうだね。では次に、仮想通貨の歴史について話そう。2. 仮想通貨の歴史。仮想通貨の始まりはビットコインだ。2009年にサトシ・ナカモトという謎の人物が始めたんだよ。その名前、どこかで聞いたことあるような。それはさておき、ビットコインは最初の仮想通貨であり、他の多くの仮想通貨の基礎となったんだ。ビットコインだけが仮想通貨ではないんですね。その通り、他にもイーサリアムやリップルといった主要な仮想通貨が次々と登場してきたんだ。それぞれ何が違うんですか？ビットコインは主にデジタルゴールドとしての役割を持っている。なるほど。他の仮想通貨は？イーサリアムはスマートコントラクトという技術を使っているんだ。スマートコントラクトって何ですか？それについては次の章で詳しく説明するよ。今はブロックチェーンの仕組みを理解しよう。3. ブロックチェーンの仕組み。ブロックチェーンとはデジタルな台帳のようなものだ。デジタルな台帳、どういうことですか？取引の記録がブロックという単位でまとめられ、チェーンのようにつながっているんだ。それがどうして安全なんですか？各ブロックには前のブロックの情報が含まれていて、改ざんが難しいんだよ。つまり、誰かがデータをいじるのは難しいってことですね。そうだ。さらに、分散型ネットワークで管理されているから、一箇所に依存しないんだ。だから透明性が高いんですね。その通り。次に、主要な仮想通貨について見ていこう。 4. 主要な仮想通貨。まずはビットコイン。これはデジタルゴールドとも呼ばれるんだ。金みたいな価値があるってことですか？そうだね。次にイーサリアム。これはスマートコントラクトを使えるんだ。スマートコントラクトってまだよくわからないです。スマートコントラクトとは、条件が満たされた時に自動で実行される契約のことだよ。便利そうですね。他には？ビップルは国際送金に特化しているんだ。それも面白いですね。それぞれの特徴がはっきりしてますね。そうなんだ。次に仮想通貨の取引方法について説明しよう。仮想通貨の取引方法。仮想通貨を取引するには取引所を使うんだ。取引所って何ですか？取引所は仮想通貨を売買できる場所だよ。証券取引所みたいなものですか？そうだね。そしてウォレットというものも必要なんだ。ウォレットって仮想通貨のお財布みたいなものですか？その通り。ウォレットにはセキュリティも重要だ。どうやって安全に保つんですか？2段階認証や冷蔵保管、つまりコールドストレージなどの方法があるんだ。それは安心ですね。次に仮想通貨のリスクとメリットについて話そう。6. 仮想通貨のリスクとメリット。仮想通貨のリスクにはボラティリティや規制リスクがある。ボラティリティって何ですか？価格の変動が激しいことだよ。なるほど。それはリスクですね。しかしメリットも多い。例えば取引が迅速で手数料が安い。投資としてのメリットもありますか？もちろん長期的に見ると価値が上がる可能性があるんだ。でもリスクも考えなきゃですね。その通り。次に仮想通貨の未来展望について話そう。7. 仮想通貨の未来展望。仮想通貨は未来の通貨として期待されている。どういうことですか？より多くの人々が使うようになり、一般的な支払い手段になるかもしれない。それはすごいですね。さらにブロックチェーン技術は他の分野にも応用されているんだ。どんな分野ですか？例えば医療や金融などだね。それはすごそうですね。詳しくはまた別の機会に話そう。しかし仮想通貨の未来は明るいと言えるだろう。確かに将来が楽しみですね。最後に今日の話をまとめよう。8. まとめ。今日は仮想通貨の基本について話したね。はい、勉強になりました。まず仮想通貨とは何か、その歴史と重要性を理解した。そうですね。ビットコインが最初だったんですね。次にブロックチェーンの仕組みや主要な仮想通貨について学んだ。それぞれの特徴も分かりました。最後に取引方法やリスク、メリット、未来展望について話した。リスクもあるけど可能性も大きいですね。そうだね。じゃあこれから仮想通貨に興味を持って
もっと勉強してみてね。博士、ありがとうございます。でも、次はセミナーでパソコンをクラッシュしないようにね。誰かに言っちゃうよ。博士の弱み、ゲットだぜ。これは、一本取られたね。説明は以上です。ありがとうございました。このチャンネルが、少しでも良いと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。